僕たちは制御不能の緑の稲妻枝豆ビーンズです。今回の企画は気温知恵袋になっております。うえい。そうですね。皆さんね、生きていればいっぱい、僕もそうなんですけど、やっぱ素朴な疑問だったりとか、これはどうしたらいいんだろうっていう疑問が皆さん浮かんでくると思います。それをですね、今回はキヨンさんに回答していただこうという企画になっております。何でも知ってらっしゃるすげえことなので、どんどん質問してね、いっちゃいましょう。はい、ボンドン。課題を提出できません。どうしてこうなっちゃったんですか？これは誰だろうね。課題提出できない。これは一応僕なんですけどおいリーダそうですね、やっぱ学校の課題ってあるじゃないですか。例えば数学のテキストだったりとか、ー。あれね。ああいうのがもうなんだ、無理なんですよね。なんかわかんないけどできなくなっちゃったんだよね。なんでですか？なんでですか？あ気になる。キヨンさんが解決してくれるかな。いやー、いい質問だな。気になる僕もですね、はい。宿題はほぼやらないんですけど、おお、さすが先生。そのやらない極みなんですね。やらないののてっぺんなんですよ。なるほど。それだからこそ、アドバイスできることがあると。ほまず、もう宿題っていうのは期限内にできないものなんですよ。う。なるほど。そうですね。それは僕もそう思います。先生は必ず1回か2回くらいは猶予を与えてくれるんですよ。はい次の授業か次の授業くらいまでにはやりなさい。なるほど。そう。これを厳守しましょう。ああ、そこを守れば。で1週間っていうのは先生はこれ試してます。試されたの。稀な人を探してるだけなんです。なるほど。だから終わってないですって先生に言って、そこで出された猶予で必ずやる。なるほど。これを徹底しましょう。終わってないですって先生に言って、そこで出された猶予で必ずやる。なるほど。じゃあ行きましょう。よし。せーの。はい。いや、これはね、これはすごいベストアンサーです。これは本当に。これは素晴らしい。いや、ためになりました。いや。ドン。はい。走るのが苦手です。どうしたら走ることを好きになりますか？これは一体。まずですね、僕は、はい。学校遅刻ギリギリ、遅刻を繰り返しギリギリ起きてると。これっていうのは僕走るの嫌いなんですけど、ここで走るんですよ。毎日遅刻しないように、おギリギリに家を出るんですよ。はい。そこで走る。これを毎日やってると、走るのってこんなに素晴らしいことなんだ。ここから僕はちょっと走るのが好きになりました。お、素晴らしい。だから解決案としては、ギリギリに家を出る。なるほど。例えば10分かかるとしたら、その時間に出るじゃないですか。でもそれを3分くらいにするんですよ。なるほど。なるほどね。そうするともうギリギリで、走るってこんなに素晴らしいことなるほど。素晴らしい。解決案としては、ギリギリに家を出る。なるほど。せーの。これはね、本当にベストアンサーです。本当にベストアンサーだと思うよ。すごくなんか俺の話聞いてる気持ちになってやっぱあの遅刻しそうな時間って一番楽しいです。ちょっと分かんないかな、ちょっと。ちなみにユーはベストアンサー。いや、でも走るって素晴らしいなって思えるのは、こういうことからなんだろうなっていうふうに思いながら。自分の部屋に足場がありません。どうやったら片付けられますか？これは匿名希望にしております。誰だろうね。今ちょっと質問なんですか？課題出せません。走るの苦手です。課題出せませんと走れないと。走れないで、その次が部屋の足場がない。全部俺なんですよ。やっぱ似た悩みを持つのが多い。そうですね。ごめんなさい。そういうことですね。まず僕今部屋には足の踏み場がない状態なんですけども、汚い原因としては、ゴミを捨てない、服を脱ぎ散らかす、つけてった帽子はそこら辺にバーン。みんなやることだと思うんですよね。そうですね。みんなやりますね。親に怒られて、やっとやるっていう感じ
なんですかね。そうですね。でも僕は親に怒られてもやらない。これっていうのはですね、結論から言いますと、片付けなくていいです。なるほど、逆に片付けないで、なるほどなるほど。自分の部屋っていうのは、よく言われると思うんですけど、自分の脳内なんですよ。おお、なるほど、深いですよね。深いな。だから綺麗な人は、ある程度頭が整理されてる人なんだと思うんですよ。で汚い人は、整理あまりされてない方だと、僕は思うんですね。僕は。でそれってもうどうしようもないじゃないですか。そうですね。どうしようもないです。僕は頭がぐちゃぐちゃだから部屋もぐちゃぐちゃでいいんだ。こういう考えでいきましょう。なるほど。僕は頭がぐちゃぐちゃだから部屋もぐちゃぐちゃでいいんだ。せーの。おお。これはね、今彼の言葉にどれだけ救われたか。いや、素晴らしい。いい言葉もらいました。救われちゃったよ。やっぱクリエイティブな頭をしてるんだなと、すごい前向きな気持ちになりました。もっともっといっぱい散らかせるように頑張ります。はい、じゃあ次いっちゃいますか。人見知りです。どうやったら人に取り入ることができますか？取り入る、素晴らしい。仲良くなれる。どうやっても仲良くなれる。なるほどね。これはやっぱみんな日本人は8割くらい人見知りって言いますもんね。これやっぱみんな皆さんも取り入れれるような内容なんじゃないかなと思います。真面目な話します。これは本当に僕嬉しい。これ知ってます。僕結構友達ができやすい。第一印象は関わりやすいなというような人なんですけども、これはですね、僕も発表とかって結構緊張するんですけど、この一番最初の声をでかくします。例えば発表しますっていう時に一回わーって言っちゃうと、もう後戻りできないじゃないですか。なるほど。自分を取れなかったらもうここからちっちゃくしたら、マジやばいやつだって思われて、これはもうこのままでかくしなきゃいけないんだっていう、そのプレッシャー。なるほどね。これで声がでかくできます。はい、なるほど。これで友達できます。なるほど。僕は入学式ですね。僕覚えてないんですけど、大声で叫んでたらしいです。ひどい、最悪なしですね。できたら友達になりたい。そうね。一番最初の声をでかくします。一回わーって言っちゃうと、もう後戻りできないじゃないですか。なるほど。せーの、ドン。これはね、これにベストアンサーですね。これはやっぱり第一印象って大事ですもんね。やっぱりハキハキしゃべる。少なくとも明るい印象になるかと。なるほど。そうやってね、人と関わることができると。素晴らしい、いい回答いただきました。ありがとうございます。皆さんも自己紹介の時これから叫んでみてください。はい、一声でそうですね、全部でかくなります。はい、ということで、今回の気温知恵袋は、いかがだったでしょうか。皆さんも家でやってみる。本当に家でやってみるか、キヨンさんにね、今度機会があれば質問してみてください。ちょっといい回答が返ってきますね。そして、僕たち枝豆ビーンズは、TikTok、Instagram 等も、やっていますので、ぜひそちらもフォローの方よろしくお願いします。お願いします。それでは以上、Twitter も Twitter ありますね。Twitter もありますので、フォローよろしくお願いします。それでは以上、枝豆ビーンズでした。バイバーイ。バイバーイ。